皆さん、ご機嫌はいかがですか？釣りマサです。この番組は、東京湾でプレジャーボートによる釣りを楽しんでいる釣りマサがお送りする釣りの情報番組です。22回目放送の今回は、2024年4月、のっこみマダイを求めて立山湾と保田沖で行ったマダイ釣りの様子をレポートします。よろしければ最後までお付き合いください。休みのたびに天候が悪いことが重なって、なかなかマイボートで出船ができない日々が続いていた。本日は久しぶりに凪となり出船可能となった。季節はすっかり進んで、例年ならのっこみの声が聞かれる時期となっている。ところが現在、東京湾はトラフグフィーバーに明け暮れている。昨年秋頃から居座り続けていたメジマグロが姿を消した。と思ったら今度はトラフグの大群が押し寄せている。メジマグロは持ち帰れないし、トラフグは針ばかり取られてしまって釣れないし、仮に釣れたとしても調理できないし、本命とはなり得ない。ということで、今回もマダイ狙いで出船と相なった。久しぶりに凪であり、保田沖はフグが多くて釣りにならないので、今回の本命ポイントは立山沖、のっこみ期に実績の高いポイントを攻めていくこととする。8時半にポパイマリンから出船し、立山湾の横瀬に到着したのは9時ごろ。途中の造瀬根には三浦半島方面の遊漁船も含めた大船団が出来上がっていた。狙いはトラフグのようだ。保田沖には遊漁船が浮かんでいなかった。フグの群れは当地へ移動してきているのだろうか。横瀬には遊漁船なくゆったりと釣りができる。天気は曇天。凪と言ったが、立山沖はうねりが入っている。潮色は笹濁り。仕掛けを下ろすと底潮は東京方面に結構早く流れている。風とは逆向きである。横瀬はのっこみ時期に実績が高い場所で、釣れれば2キロ超の両型が多い場所である。水深は60から70メートルと少し深い。仕掛けの棚はそこから15メートルくらいに設定してみる。魚探にはパラパラと何やら映し出されているが、餌は取られない。どうやらフグの数は少ないようだ。針を取られたのは一回きりであった。魚探には時折本命らしき魚影も映し出されるが、一向に食ってこない。それどころか活性が低く、棚まで上がっても来ない。仕掛けを10メートルまで落とすと、魚影はスーッと消えてしまう。尾子を警戒している模様だ。いかにものっこみらしい雰囲気が漂う。棚を上げたり下げたり、コマセワークを変更したりと、いろいろ試すが状況に変化はない。魚の活性が上がる何かが足りないようだ。小1時間ほど釣り続けるが、状況に変化がない。移動も検討し始めた頃、造瀬根から遊漁船が移動してきて、あっという間に周りを取り囲まれてしまった。これでは釣りにならないと10時半頃に移動を決意。近くのロイヤルホテル下へ向かう。ロイヤルホテル下は大きな根の縁。水深は35から45メートルくらいと、横瀬や造瀬根よりは浅い。湾内に入るので、両ポイントよりうねりが緩和されて釣りやすい場所である。しかし弱点としてはフグが多いこと。普段でもコマセに釣られてフグが集結し、釣りにならなくなってしまうことが多い。不安な気持ちで仕掛けを投入するとすぐに反応が現れる。それも本命だ。横瀬より浅いので、マイボートの性能の悪い魚探でもはっきりと映し出されている。活性も高く、棚まで浮き上がってくる魚もいる。
時刻は11時。期待が高まる中、ついに竿先が引き込まれた。間違いなく、本命の引きである。本日使用のハリスは、3号。慎重に間を詰め、取り込みに成功。後計で45センチ、1.5 キログラムのマダイであった。まん丸に、お腹が膨らんでいる、いかにものっこみきらしい姿のマダイである。この一枚に気をよくし、連発を期待したところであったが、取り込み直後に、よこせから遊漁船団が、こちらに移動してきてしまった。またも、周囲を取り囲まれてしまった。しかも、ロイヤルホテル下は、よこせよりポイントが狭いので、船の間隔も狭い。危険で、釣りにならないので、仕方なく移動することとした。11時30分には、遊漁船団とは、入れ替わりに、造船へ移動。やはりこちらも、活性が低く、つけ餌も残ったまま帰ってくる。徐々に、潮も流れなくなりだした。小1時間で、見切りをつけ、ホタ沖に移動する。ホタ沖に到着したのは、13時を回った頃。周りには、遊漁船が一定浮かんでいるだけで、ゆったりと釣りができる。魚探には、到着早々、魚影が映し出されている。潮は緩く、あまり流れていない。仕掛けを投入すると、やはり活性が低く、本命は浮いてこない。しかし、釣りにならないほど餌取りが多かった。これまでの兆候と比べると状況は良い。本命らしき反応も絶えず現れる。どう活性を上げるかが課題となる。産卵前で非常に警戒心が高いようで、尾子を上げると反応が現れ、仕掛けを投入すると海底付近まで下がって棚までは上がってこない。数もそれほど多くはない様子。本格的な乗っ込みにはまだ少し早いのかもしれない。時折釣れるのは糸より台だけ。棚を変更したり誘いを変えたりといろいろ試してみるが効果はない。時刻は13時半。警戒心を上げないように仕掛けを動かさず待っているとようやく食ってきた。最初はあまり引かなかったが、竿から伝わる重量感は重く両型であることは疑いがない。慎重にやり取りしていたのだが、急に走り出し糸を切られてしまった。痛恨のばらし、完全に油断していた。苦戦が続く中での両型だけにショックは大きい。その後も状況に変化なく、糸より台と小型のマダイを追徴し、16時半に起き上がりとなった。ばらしもあり、悔しい兆候となってしまった。しかし、ホタ沖では反応は十分にあり、X デーの雰囲気は十分に漂っていた。魚のスイッチが入れば、爆釣も夢ではないのではないだろうか。今後に期待大である。いかがだったでしょうか。最後までお付き合いいただきありがとうございました。この番組では釣りにまつわる情報を発信してまいります。皆さんの釣りライフにお役に立てば幸いです。よろしければチャンネル登録をお願いします。ご意見、ご感想もお待ちしています。釣りまさでした。